こんにちは、MD ジャックです。最近、イヤーピースをいくつか買ったので、今回はイヤーピース特集にしてみました。10モデルあるので、波形測定による音質の違いにのみフォーカスしています。装着感とかサイズ感などについては、全く触れていませんので、あらかじめご了承ください。皆様こんにちは。愛は、どのイヤーピースを買ったらいいか、よくわからないので、この動画を見てから何か買おうと思います。測定には、中広域から広域のカーブに特徴がある CCA-CA16 を使用しています。ムーンドロップ、スプリングチップス、セドナイヤーフィットセラステック、ウィーザー ET100、セドナイヤーフィットライト、ラディウスディープマウント、ファイナル E タイプ、タンジジム T、APB、トレブル、スピンフィット、CP145、セドナイヤーフィットクリスタル、セドナイヤーフィットビビッド。このチャンネルではおなじみのモデルも多いのであまり新鮮味はないかもしれませんが、今回はちょっといつもと違うことをやっています。まずはいつものサイズ感での波形をご覧ください。画面は3秒ぐらいで切り替わるので必要に応じてポーズしてご覧ください。いつもは波形を重ねるのに今回は重ねなかったんですね。このサイズ感で10本の波形を重ねたら逆に全然わかんなかったんでね。その代わり今回はここからがいつもと違うんだよ。そうなんですか？何をやったんですか？さっきのサイズ感をレベル方向と帯域方向に拡大表示して10本重ねたのを静止画じゃなくて動画にしてみた。画面に入りきらないので低域から 2kHz ぐらいまでが前半、2kHz ぐらいから上を後半として画面をスクロールさせていくのでかなり細かい違いを見ることができるよ。なんだか面白そうですね。細かく表示したら違いがはっきりするかと思ってね。では再生します。スクロール中に下の方にリアルタイムで周波数が出るのでそのあたりも参考にしてみてください。低域から 2kHz ぐらいまでにフォーカスしています。ファイナル E タイプが低域は強く見えます。ウィーザー ET100 もなかなか強いですね。セドナイヤーフィットライトが一番弱く、その他8本はファイナルとセドナのレベル差2デシベルぐらいの間に入っている感じです。今度は 2kHz 以上を拡大スクロールしています。3km 手前あたりでファイナル E タイプの波形が変化し始め 4kHz 以上では一番弱くなっています。6km 手前あたりではムーンドロップスプリングチップスやセドナイヤーフィットライトの出方が目立ちます。ファイナル E タイプはこのあたりが弱いですが、この帯域に目立つ視察音をしっかり抑える効果があるので貴重です。測定モデルの特性もありますが 8km あたりを過ぎると一旦減衰していますね。12km 付近での CP145 の出方が目立ちます。その先は14から 16km あたりに1ピークある感じで、10代20代の耳の良い人にはここの違いもわかると思うので参考にしていただければ幸いです。なんか今までの見え方と随分違いましたね。これぐらい細かく表示しないとわからないから変えてみたよ。あとは気になったところでポーズしてじっくり比較していただければと思います。新しいシリーズのイヤーピースを買う際は最初は3サイズぐらいがセットになっているものを買ってみてサイズ感を試してみることをお勧めします。自分が思っているより大きい方が合う場合もありますし、ステムの太さによって装着した時のサイズ感が少し変わることもあるので、無駄だと思っていたサイズが細いステムで使えたりすることもありました。それと耳の健康のためにイヤピはこまめに消毒することをお勧めします。いい音が出るイヤホンも耳の性能が落ちていると進化を発揮しませんから。ということで今回はイヤピの波形測定による変化をご覧いただきました。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。